いしょ。皆さんこんばんは、プレツリーです。前回で赤のパーツがね作り終えて、次青いパーツですね、胸のパーツを作るんで、ちょっとしっかり図面を描いてですね、そのところもライブしたんですけども、結局ねちょっといろいろ微調整がまだいるということで、しっかりと書き直しています。まだ書き直している途中ですね。そんな感じであんま進んでないでね、今回はちょっと息抜きみたいな動画、どんな感じで図面描いてるかとか、そういうのを見てもらえるといいかなと思いまして、手元の動画としました。ちょっと初めてこんな感じ、ここにカメラつけてあれしてるんですけども、そんな感じ、リアルなのを見てもらえるといいなと思ってます。よし、とりあえず前のねゲリラライブで図面をちょっと描いて、これ段ボールでなんですけど、よいしょ、見えてるかな。段ボールで作りました。前からですね、前からと上からというか横からか、この胸の膨らみ具合、それだけ表現したんですけど、これでもやっぱちょっとサイズがですね、まだ微調整してもう一発書いたんですよね、結局は。けどこれでサイズ的にはいいのかなとは思ってるんですけども、ちょっとねいろいろ見えるかな。この幅と横幅に対して縦、これ正面から見た図面ですね。今回はこれが黄色い襟の部分、そしてここが胸のコックピットのカバーですね。そしてこれが黄色い部分、胸の黄色、ここらはねちょっと後なんですけども、今回はこの青い部分ですね。ここがで、これが見にくいかな。横から見た図面ですね。よいしょ、な感じ。なんかねいびつなんですよね。結局もう真四角じゃないんですよね。もうちょっとねガンダムの胸って真四角かなと思ってたんですけど、結構ね青い部分丸まってますよね。そういうところも少しずつ表現できたらいいかなと思って図面描いてるんですけどね、綺麗に描けとるんか、描けたとしてそれが形になるかっていうのはあれなんですけども、そんな感じでとりあえず2枚は描き終えた感じで、もう一発この上からというか下からというか、その胸の膨らみですね、こっからこう見た時のこの角度だったりとかをやっぱりいろいろね、こう見た時ですね、この角度とかこの膨らみ、ちょっとテーパーなってると思うんですね、こっち側したら。そういうところもちょっと上からの目線の図面を1枚今描いてる途中っていう形ですね。これが一番上の前の出てるところで、ここもまっすぐじゃないんですけど、ここからもこうざっくりなんで、これが確かここやった。ちょっと感覚が分かるように手ぐらいで、難しいんですよね。なんとも言えないですよね、書き方が。ざっくりこれが前回の赤いパーツの外周部分ですね。こっからまだ大きくなるんで、ぐるっとそういうところを読み取りながら作っていくわけなんですけども、
でいつも僕が見本にしているガンダム、これですね。マスターグレードのバージョン2、こいつを一応見本にしてたんで、こいつをよいしょ。でいろいろね、まだ組んでないんでね、みんなとワイワイライブで組みながら、何かああでもないこうでもないと言いながらやってみたいですね。ガンプラは僕完全な初心者なんで、はい、いろいろ教えてほしいですね。で視聴者さんがこの最後のね、これ日本にしたらいいじゃんってこのねしっかり載ってたんでね、これを今回初めて拡大して、こいつで一応いろいろ角度拾って書いてます。こいつをねもっと僕が作ってるガンダムの縮尺にもう拡大すればいいんだけなんですけども、一回自分で書いた方が自分のためになるというか、はい、ちゃんとこうね、頭に入るだろうということで一応書き直しておる形ですね、言うたら。これが基本的に見本なんで一応そうなんですけども、いろいろ僕の中でも変えてるところはあってですね、完全に全く同じじゃなくて、全く同じように作れないと思うんで、やっぱりどうしても。そしてコアファイターが入っている分ですね、このね腰の首ですね、このね幅を少しやっぱ僕変えちゃってます。簡単にはあれなんですけど、なんとも言えないですけど、一回り太くしちゃってますね。その分野で上もほんの少しずつ大きくなっとる感じなんで、縮尺的にこれちょっとね、下とのバランスがどうなのかなとは思うんですけども、とりあえず少しねくびれをなくしてます。ここしっかりねくびれてるんですよね。アーマーよりもまだ隙間しっかりあるんですけど、僕結構いっぱいいっぱいまで持ってきてます。そこら辺がねどう影響するかっていう形なんですけど、あんまりね最近のはちょっとここがくびれすぎとるなとは僕は思ってたんで、ちょうどコアファイターもこのぐらいくびれをなくせば入るしみたいな感じでね、いいように捉えてそのように進めてます。結果どうなるかっていうのは全部組んでみないとちょっとあれなんですけども、どうしてもねコアファイターのことを考えるとっていう形で一応ギリギリは攻めてあるんですけども、少しここの下のねくびれがやっぱなくなっている分、ちょっと上がこうポテッとなるのかな、こいつよりもって感じなんで、そこら辺をちょっと変えては書いているんで、そこら辺ですね。どうなのかな。いろんなね世代というかガンプラによってもこの RX78 の2はいろいろ形違いますしね、初代で出てたやつとジークアックスで出てたやつとも違うし、これいろんな皆さんのその理想像っていうかあると思うんですけど、そこら辺はね多めに見てあげてもらえてっていうか、みんなはね多分みんなの思いがあると思うんで、やっぱガンダムってこうやっていうのがけど僕が作っとるのは僕のっていうことでね、そこら辺はちょっと多めに見てもらいたいところでもあるんですけども、ってことでね、いろいろ本当にね CAD とかでねこうパソコンで図面引けたら一番ねいいんでしょうけども、原始的なやり方をやってます。こうやってもうノギスで一個一個測ってね、で僕の縮尺に変えてってもうかけるいくつかして一個一個こう書いてるんですけどね、これに伴って、制作に伴って言ってたんですけど、いろいろね僕も雑誌とか買ってなんか読んだりもしてますね。けどこれじゃあねあんまりねちゃんとしたものはサイズは分かんないんですけど、こいつですね、こいつはねお台場に立ってたガンダムの図面集っていうやつですね。こいつはねかなり役立ってます。僕もこれもう何年前かな見に行きましたね、お台場に。
お台場でそこでガンプラ買いましたね、お台場のやつ。まだ多分組んでなく置いてあると思うんですけど、こいつがね、すごい役には立ってますね。ものすごい僕の中のガンダムの理想、この多分、これとあんまり遜色ないと思うんですよね。見てても。そこまで違いがないというか、まさしくこいつを、どっちが先なんかなわかんないんですけど、多分、そんなさほどね、違いがないというか、これを、どっちが先か本当に、ちょうど僕の思ってるガンダム、お互いがそんな感じなんで、遜色ないと思うんですよ。ね。どこがっていうぐらい一緒でしょ。違いがあんまり見つけられないぐらい。なんでね。前のその、横浜とかね、万博にあったガンダムはまたちょっと変わってると思うんですけど、僕の中でやっぱこっちの方が理想というかかっこいいかなっていう思いだったんで、いや、今日本当にこれ、一緒ですね、これ。見とると。何が違うんかっていうぐらいですね。そんなところですね。やで、ちょうどこれもいい資料になってですね、僕の中では役立ってます。今売ってるかわからんですけど、2300円。よかったら探してみてください。これものすごくいいです。で、今から作るやつが、これですね。この胸の青い部分ですね。これだけを作っていこうと思ってます。まあね、結構、見てください。ここ丸みあってね。ちょっとここも斜めに上がってるし、この角度とかね。これをね、ほんと拡大コピーしたらいいかなっていうぐらいなんですけど、まあまあ、自分の、まあ一応ね、自分で書いてって感じですね。よし。まあ地味な作業なんですよね。難しいっすね。ほんでいろいろ面のとこも考えなきゃいけないしね。膨らみも例えばですね、これもねまっすぐじゃないんですよね。ちょっと膨らんで分かりますかね。そしてここも見えるかな。これのね、この膨らみ、こういうのをやっぱり表現してこそガンダムかと思うんで、いくんかな。2方向には曲がらんと思うんで、多分こっちを優先して曲げるような形になるのかなと思うんですけどね。難しいんですよね、多分こういうのが。これも後ろ向いて狭まってますね。ほんまかな。しかもまっすぐいっちゃうでしょ。
辺はね、もう大体作る時にこんな感じかなっていうのが分かればいいだけだと思ってます。きちっとした答え出ないです。作る時忘れてなきゃいいですね。ここ R なんだっていう、そんな程度。よし、切った。とりあえずざっくりかけしたんで、本当にざっくりですけど、こいつで一回、そうっすね。段ボールで一回作ってみます。よし。ということで、段ボールでとりあえず作ってみます。
なんか制作中黙ってしまうな。癖やな。集中しとったら。めっちゃざっくり。ここら辺がやっぱりね、しっかりと面を作っていかなあかんのと、横から見た感じ、なんとも言えない段ボールなんでね。けどやっぱここら辺しっかりと曲線になるんですね。この上輪も。これも、ここもね、ここも曲線になる。ここ大事ですね。こういうラインになるんですね。これが、このラインですね。この前の。で、このまま、こっからまだ、これが出てくる。ガバッと。ぽくなってきたね。ぽくなったぞ。だいたいつかめた最初のこれよりかはなんかしっかりと空間でつかめたかなっていう。難しいですね、この辺がやっぱ。これ合わせるのやばいな。ここですね。このやっぱ R がガンダムっぽくなるのかな。これ思ったより難しそうですね。ここも丸なってくるんで、もっとこれをここから直角じゃないですね、これ。こうなんて言ったら、こう曲がってくるんで、こっちがしぼんじゃうんですよね。パッと見わかると思うんですけど、こっちが広くてこっち狭なってるんですか。これはこう曲がるんでね、こう。でこれをもうちょっとこう、これ直角じゃないってことがわかります。ここもこうなるんで、どうなんねや。こっちを角度こういう形なのかな。下刃もこうなるんでね。いやー難しいぞこれ。けどどうです？大体置いてみようかな。ということで準備しました。やっぱりね、いろいろしっかり見たら、やっぱりまずいところというか、こう見るとね、ちょっと見比べようかな。比べますね、ガンダムと。やっぱりね、いろいろ
難しいとこが出てきてますね。ここがですね、こう R になることによって、これを直角で今切っているんですけど、ここが。そうするとしっかりとここも台形になっちゃってるんですよね。ここはまっすぐなんですよ、ガンダムの。わかりますかね。これあと今だと、だいぶこう台形になっちゃってますよね。やっぱそれはいけない。やっぱこれがへこんじゃってるんですね。なんでここを90度じゃないですね。ここ何度になるんかな。この辺もちょっとしっかりと見直さなあかんのと、この感覚ですね。ここもやっぱこうしぼんでくるんで、ここが狭なるんですよね、上よりも。そこら辺の微調整と、あとやっぱこの角とかの面の部分ですね。難しいのは。ものすごい難しくなると思います。あとここですよね。ここで黄色で隠れるんですけど、この両サイドはしっかりこの R で、この曲線をね、描かなあかんのかなっていう感じですね。これ難しそう。ここも。ここがね、難しいな。ここからまだ出てくるですね。わかりますかね。大体これでイメージはできたと思うんですけど。よし。ということで、一回カメラをいつものカメラに変えますね。よいしょ。ということで、見てください。カメラ、これで撮ってました。これ、首にかけて、わかりますか？針金でなんか作って、首にかけて、ずっと撮ってたんですよね。これやばいでしょ？これやばいよ。こんなんで撮ってました。よし。とりあえず、じゃあこのカメラはお役ごめんってことで。ということで、こっちのカメラで撮っていきます。じゃあ、合体したところ見てもらおうかな。段ボールと合体。よし。ちょっとね、光の加減で分かりづらいかな。電気切ろうかな。どうすか？ちょっと下がやっぱこう台形の後のおかしく感じるっすよね、ここ。わかりますかね、この感じ。このね、ここはしっかりと隠れるのがわかると思います。この辺は十分バッチリじゃないですかね。こんなで今回はちょっといろいろね、高さ的にはいいんじゃないかな。ここにまだまだ襟が立ってくるんでね、上にしっかりと。もういいと思うんだけどな。そこら辺がちょっとね、こう襟が出てくるんで、どうかなという感じなんですけども、こんな感じでね、1個ずつ組み上げてますって感じかな。段ボール使ったのは本当は2回目で、この下の部分作るのに1回段ボールで作ったんですけども、それまでね、今まで段ボールは出動しなかったんですけども、だんだん難しくなってくるというか、こうミスが許されないような製作になってきているのでね、ちょっと僕も不安で段ボールを使ってみたいな感じですね。もうちょっと前に出るんですけどね、今落ちるもんでちょっと後ろずらしてるんですよね。またしっかりと前には出ますね。
ということで今回の動画いかがだったでしょうか。初の手元動画というか僕目線の動画で木を触ることなく終わるのも初かと思いますが、段ボールを使っても完璧な形を成形できませんでしたが、要所要所の注意ポイントが明確に分かったのでプラスになったかと思います。あと少し図面に手を加えて制作を進めていきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。では今回はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。またいつかの木曜日にお会いしましょう。では。